おはようございます。本日13日目。本日の天気は予報通り大雨です。ホテルの窓から映る外は分厚い雲に覆われていて、一面灰色の景色となっています。窓を開けていると雨の降る音と車が雨水を弾く音が聞こえてきます。この雨の降り具合は映像で伝わるでしょうか。本日は休息日としてホテルを連泊しているので引きこもる予定です。昨日の夜にはこれらのものを買い込んでおきました。お菓子が大半です。引きこもる準備は万端です。本日外に出ないのは雨のせいもあるのですが、実は足がかなりダメージを受けていて傷んでいるためです。いつも歩いた夜はかなり痛みがありますが、朝になると痛みは軽減しています。そして歩き始めると痛みは感じなくなります。こんなことを毎日繰り返しています。今日は一日足を休めることに努めます。明日以降の行程のルート確認などに時間を使えるので退屈はしません。それにしても朝でも夕方でも外の景色はほとんど変わらずで、雨は夕方まで降っていました。夜になって雨は止んだので、ホテルの目の前にあったラーメン屋さんで夕食を済ませました。明日の天気は晴れ予報なので早朝から出発する予定です。おはようございます。本日14日目。昨日と打って変わって外の景色は快晴です。遠くの山もくっきりと見えて気持ちのいい朝です。昨日一日の休息で体力も回復しました。そして今日はここから見えている山を越えて滋賀県に入っていきます。旧東海道の三大難所と言われている箱根峠、佐与の中山峠、そして最後となる鈴鹿峠を越えます。さて本日の予定ですが、関宿東の追分からスタートし、坂下宿、土山宿、水口宿、石部宿を経由し手原駅前でゴールする予定です。ホテルからおとといのゴール地点である関宿東の追分までタクシーで移動します。この場所は東海道と伊勢別街道の分岐点で関宿の東の追分となります。鳥居をくぐると伊勢神宮へと向かうために南下する街道となります。ここから伊勢神宮の下空までは約15里、約60キロの距離となります。鳥居のすぐそばには常夜灯と一里塚があります。この一里塚は日本橋から106里目の地点にあたります。それではここから先に進みながらお話ししていきたいと思います。この関宿東の追分にある一の鳥居は伊勢神宮で実際に使用されていたものとなります。ここの追分に設置する時点ですでに40年活用されていた鳥居となります。桑名の七里の渡し場跡の鳥居も伊勢神宮で使用されていた鳥居です。伊勢神宮では20年に一度式年遷宮が行われます。それに合わせて鳥居や神殿の柱も新しく建て替えられます。この追分にある鳥居はかつて伊勢神宮内宮の宇治橋内側に設置されていたもので、さらにその前は内宮正殿の胸持ち柱として使用されていた柱となります。そしてここで使用されていた鳥居はさらに別のところで再利用されるようになっています。内宮正殿の胸持ち柱20年、宇治橋内側の鳥居20年、関の追分20年の順で利用されて、最後に各地の神社にて再利用されます。そして七里の渡しの鳥居の方は下空正殿の胸持ち柱20年、宇治橋外側の鳥居20年、七里の渡し場跡20年の順で利用されて、最後に各地の神社にて再利用という流れになります。長い年月を経て多くの人々の信仰の場で役割を果たしてきた鳥居となります。さて話を関宿に戻します。関宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約415キロ離れた47番目の宿場町となります。この地は古くから3つ関の一つ鈴鹿の関が置かれ、都の防衛において重要な拠点とされてきました。残る2つの関は滋賀県の大阪の関、岐阜県の不破の関です。東の伊勢別街道と西の大和街道2つの街道の追分に挟まれた関宿は、伊勢参りや参勤交代商用の旅人が行き交い、1日あたり1万人が通行したとも言われるほどにぎわいました。本陣2軒、脇本陣2軒が設けられ、東海道の中でも特に栄えた宿場町でした。関宿は江戸時代の面影を色濃く残す町並みが魅力です。国の重要伝統的建造物保存地区に選定され、江戸から明治時代にかけての町屋が約 1.8 キロにわたって連なっています。この制度は以前通過した有松でも見られました。関宿の保存地区は小崎、中町、
新宿北浦の4つに大きく分かれ、それぞれ異なる表情を持つ街並みが残されています。北浦は旧東海道沿いではない地域のため今回は通らないエリアですが、街道北側の奥に位置し、自社が並ぶ静かなエリアです。自然も多く落ち着いた雰囲気が漂っています。小崎の街並みは関宿の東側にあり、平屋や中2階の低めの町屋が多く、意匠は簡素ながら伝統的な景観がよく保たれています。関宿も旧東海道ならではの道の狭さに対して車の交通量が多いため、歩く際にはご注意ください。早朝を歩いているのでお店はまだ開いていませんので、関宿はひたすら歩きます。中町の街並みは関宿の中心に位置し、本陣や旅籠が集まる宿場の要所でした。建物は大規模で、2階には虫小窓や手すりが施され、華やかな街並みが特徴です。地蔵院の屋根と鈴鹿山脈を望む景観は特に美しいとされています。中町地区内の郵便局前に復元されている考察場があります。新所の街並みは関宿の西側にあり、東側は中町と連続した街並みを形成し、質の高い町屋も見られます。西側は小規模な平屋が中心で素朴で落ち着いた街並みが残っています。どちらのエリアも伝統的な衣装がよく保存されています。関地蔵院は天平13年741年行基菩薩の改装と伝えられる関宿切手の名刹です。関宿のほぼ中央に位置し、旧東海道に面して開放的な境内を持ちます。近傍の人々に加え、東海道を旅する人々の信仰を集めました。境内の本堂、首楼、愛染堂の3棟が国の重要文化財に指定されています。一番西側にある関公園の隣に西の追分休憩施設があります。関宿の京川出入り口には左に進むと大和街道で奈良方面、まっすぐ進むと東海道で京都方面となる西の追分となります。関宿を抜け、いよいよ鈴鹿峠を目指します。追分近くの道路標識には大津 63km、 草津 48km、 甲賀 27km とあり、中山道との合流する草津までもいよいよ 50km を切りました。目の前には周囲を山に囲まれた景色が広がり、旅もいよいよ山岳エリアに入ってきました。目の前に見える山は筆捨山と呼ばれ、標高が 289m あります。かつては岩根山と呼ばれていました。室町時代画家加納元信がこの山を描こうとしたものの、翌日には雲や霞で姿が変わってしまい描き足せず、筆を捨てたという逸話から現在の名がついたと伝えられています。坂下宿を描いた浮世絵の多くはこの山が登場しています。旧東海道は国道1号線から分岐し、山に囲まれた道へと入ります。曲がった直後には道の両サイドに民家が立ち並びますが、それはすぐに途絶えます。自然豊かなエリアで山に囲まれて自然を満喫しながら歩くことができます。ウグイスの鳴き声が穏やかな気分にさせてくれます。さよの中山峠を思い出します。民家はまばらに立ち並んだようにと姿を現します。横に流れている川は鈴鹿川となります。鈴鹿山脈の南端、亀山市と滋賀県甲賀市の境にそびえる高畑山、その山あいから静かに生まれ、数多くの渓流を集めながら東へと流れ出す川が鈴鹿川です。坂下宿周辺の鈴鹿川はまだ山あいの面影を濃く残しています。透明度も高い山の清らかな水が岩肌を削りながら流れ落ちていきます。川のせせらぎにはとても癒され、穏やかな気持ちになります。鈴鹿川は亀山市、鈴鹿市、四日市市へと川幅を広げながら、流れはゆったりとした表情に変わります。そして最の地に鈴鹿川は静かに伊勢湾へと注ぎ込みます。雄大な山から始まり、町を潤し海へ向かう鈴鹿川は地域の暮らしと歴史そのものを映し出す静かで力強い一本の流れです。どうやらいつの間にか坂下宿に入っていたようです。関宿は江戸の風情がそのまま残された貴重な宿場町でした。伊勢街道との分岐点、保存された街並み、そして旅人を癒す自然、どれも心に残る景色でした。次は坂下宿となります。坂下宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約421キロ離れた48番目の宿場町となります。鈴鹿峠の東港にある宿場町で、峠を越える旅人で大変にぎわいました。もともとは峠寄りの片山神社近くに設けられていましたが、
1650年慶安3年の大雨による洪水によって埋没してしまい現在地へ移りました。宿としての規模は山間部にしてはかなり大きく発展していました。江戸時代には東海道53次のうち48番目の宿場町としてにぎわいを見せ、東海道の難所である鈴鹿峠を控えて参勤交代の大名家の宿泊も多かったそうです。江戸時代後半には本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠48軒を数える東海道有数の宿となり、東海道名所図会にはこの宿の本陣か広くして世に名高し、中略海道第一の大山だと記されるほどであったそうです。しかし1890年明治23年、関西鉄道の開通により通行者が激減したため宿場としての役割を終えました。これによって山間の小さな集落と化してしまいました。宿の遺構もほとんど残っておらず、本陣跡等を示す石碑が残るのみとなっています。今の坂下は道幅も広く歩きやすい道が続いています。この日通りを歩いても人影はなく静かな街並みが印象的でした。坂下の街は全体的に緩やかな上り坂になっています。少し進むと民家が途切れ、旧東海道は国道1号線と合流します。その後国道と500メートルほど並走し、再び旧東海道は右に分かれて山道へと入っていきます。この辺りから徐々に勾配がきつくなっていきます。前日に雨が降っていたため道の状態を心配していましたが、思ったより乾いていて助かりました。案内板が設置されているこの場所には洪水以前の旧坂下宿があったと伝えられています。かつてはこの地に111軒もの家があったそうです。坂道を登っていくと正面に片山神社が見えてきます。この神社は古くは鈴鹿明神、鈴鹿権現とも呼ばれ、縁起式にも記される式内社として古くから信仰を集めてきました。周囲の緑濃い自然が荘厳な雰囲気を漂わせ、神聖な土地であることを感じさせます。東海道の旅人から特別な思いで敬われたことがさまざまな旅日記に記載され、西国諸大名からも多額の寄進を受けました。この神社を左の上り坂を進むとすぐに国道1号線に合流します。右に進むと旧東海道の続きとなり、さらに斜面の厳しい道となっていきます。右の石畳の道を進みます。映像で伝わるか分かりませんが、かなりの斜面となっています。片山神社を過ぎたあたりから八丁27曲がりと言われる急勾配でつづら折りの険しい石畳の道となります。一丁が約109メートルとなるので900メートル近くの石畳の道を登ります。途中国道1号線の橋桁の下を通過します。ここは手すり付きの舗装された道となり、その先の急な斜面に対しては階段となっています。この細い階段を登っていくと国道1号線の真横の少し開けた場所に出ます。そこには休憩ができそうなスペースがあり、ベンチが設置されています。ここでは歩みを止めずに先に進みます。この先は階段となっているので、この階段を上がると芭蕉の句碑があります。今の時代でもこの斜面のある石段を登るだけでも一苦労なのですが、これを大名行列などの籠を担いで登ったのでしょうか。登ったとしても相当乗り心地は悪かったのではないかと想像してしまいます。石段を上がっている途中では木が倒れていたりもしています。このような場所は下をくぐって通過します。そしてこの石段はさらに上へと続いていきます。石段が終わると峠の頂上まではもうすぐです。歩みを止めず進みます。杉林の中に一本の通り道ができているのでそこを通過します。緩やかな斜面に変わります。説明板や案内板が立っています。鈴鹿峠の頂上は伊勢の国三重県と近江の国滋賀県の国境となります。峠を越えて近江側に入ると急に視界は開けて、これまでの坂道が嘘のようになだらかな道となります。実際に鈴鹿峠を越えてみるとあっけなく越えることができたように思います。30分程度で峠を越えられたのではないかと思います。ここからはずっと下りなのが嬉しいです。峠の頂上から500メートル程度進むと国道1号線に合流します。峠から同じ距離だったとしても三重側と滋賀側では景色の見え方も全然違いますね。三重の坂下の時は山に囲まれている感じでしたが、滋賀側はそのようなことを感じないです。緑の木が見える少し標高の高い場所というくらいの感覚です。国道1号線に合流してから新名神高速も過ぎて約4キロ進んできたところで旧東海道は国道1号線から右に分岐します。
旧東海道らしく道幅が狭くなります。街道端に向けて進みます。前方に橋と高札場が見えてきました。そこから先は土山宿となります。坂下宿は峠越えの要所として栄えた山あいの宿場町でした。今は静かな集落となっていますが、かつてのにぎわいを想像しながら歩くとまた違った景色が見えてきます。次は土山宿となります。土山宿は現在の滋賀県甲賀市に位置し、日本橋から約431キロ離れた49番目の宿場町となります。街道橋は1775年に土山宿の人々が資金を出し合い、幕府の許可を得て架けられた橋です。当時の橋は木橋で、それ以前はもう少し下流にあった板橋を使って渡っていたと伝えられています。現在の街道橋と高札場は復元されたものです。もともと高札場は少し先の田村神社の入り口横に設けられていました。この時期は桜の花びらに飾られた橋の上をこのような眺めのいい景色を見ながら気持ちよく渡ることができます。旧東海道は田村神社を目指して杉林の中を進みます。田村神社には鈴鹿の鬼を退治したとされる征夷大将軍坂上野田村麻呂が祀られています。平安時代の創建と伝えられ、厄除けの神様として多くの人々に信仰されています。毎年2月17日から19日に行われる厄除け大祭では10万人から20万人もの参拝者でにぎわいます。第二鳥居の前で左に曲がり、再び神社の方向へ向かいます。田村神社は近江の国滋賀県と伊勢の国三重県の国境に位置し、古くから伊勢参宮の重要な通過点でした。伝承では鈴鹿峠に現れる悪鬼を坂上野田村麻呂が平定したことから、その功績をたたえて公認3年812年に嵯峨天皇の勅命によりこの地に祀られたとされています。第一鳥居が見えてきました。旧東海道はこのまま直進しますが、国道1号線が横断しているため歩道橋で渡って進みます。目の前には道の駅愛の土山がありましたが、現在はリニューアル工事中のため休止中となっていました。休憩場所として当てにしていただけにただただ残念です。道の駅の裏手に生栗の公園があります。ここに土山宿の案内図が立っています。旧東海道のルートに対して本陣、問屋場、高札場などの跡地が描かれ案内されています。この宿場を訪れる方には参考になる情報源かと思います。平安時代初期の東海道は曽磨川沿いに東進して柘植を通っていました。これは今の草津線で柘植に向かい、関西本線に乗り換えて関に向かうルートと同じでしょうか。また886年に鈴鹿峠を越えて伊勢に向かう朝道が新たに開かれ、土山にも街道が通ることになりました。そして徳川家が1601年に東海道に御殿場の定を交付して土山を宿駅に正式に指定しました。49番目の宿場として難所の鈴鹿峠を東に控え、また宿場の西からは北国越後集う五大山街道が分岐しているため、多くの旅人でにぎわいました。そして明治になると土山は鉄道路線からも外れてしまい、それまでのにぎわいもなくなります。しかし地域の人々は宿場の保存に今も努力をされています。跡地についても石柱や解説板などについても他の宿より多く設置されているように感じます。そして街並みには昔から現代に至るまでそれぞれの時代の歴史が積み重なっています。そうした長い年月の中で育まれた建物や風景がうまく調和し、今ではとても趣のある景観を形作っています。土山宿本陣跡は大名などが宿泊した上段の間や宿帳などが当時のまま残されている。事前予約すれば見学が可能とのことです。かつては本陣が2軒あり、脇本陣は設けられていなかったようです。江戸時代の東海道は赤線のルートとなっていました。松尾川、現在の安川には橋はないため、川は船で対岸へ渡ります。青線は現在の国道1号線となります。現在は松尾川の渡し案内板のところに旧東海道の先が通行止めになっていることが書かれた案内板が立っています。国道1号線の橋、白川橋から見た松尾川の渡し方面です。松並木と呼ばれていたところには松の木が1本だけ立っていました。1本ですが立派な松の木です。先ほどの白川橋から約4キロ進んだ地点に土山町央の交差点があります。交差点の道路標識を見ると大津 43km、甲賀市街 7km となっています。数字を見ると確実に京都までの距離が縮まっていることを実感します。
水口宿まであと約 3.5 キロのところに東海道土山今宿と彫られた大きい石碑があります。ここは愛の宿とかだったのでしょうか。ここから旧東海道は左方向に国道1号線から分岐していきます。そして分岐に入ってすぐのところに水口宿と書かれた大きい柱が立っていましたが、水口宿の東見附はまだ3キロは先となります。土山宿は鈴鹿峠の麓に広がる歴史深い宿場町でした。厄除けの信仰豊かな自然、そして人々の保存への思いが今も息づいています。次は水口宿となります。水口宿は現在の滋賀県甲賀市に位置し、日本橋から約442キロ離れた50番目の宿場町となります。この坂を登ったところに東海道水口宿と書かれた門があります。ここが水口宿の見附があった場所のようです。見附とは宿場の出入り口に設けられた木戸や番所などの施設で旅人の往来を監視する役目を担っていました。水口宿の見附は宿場の出入り口というだけでなく、城下町水口の防衛線としても重要な意味を持っていたと考えられています。江戸から京都へ向かう旅の終盤にあたり、鈴鹿峠を越えた後の重要な休憩地として栄えました。またこの地は室町時代から鈴鹿峠を越えて伊勢に通じる伊勢往路が通じていたことからも物資や人の往来が活発でした。江戸時代には徳川幕府によって整備された宿場機能に加えて水口藩の城下町としても発展しました。特に特徴的なのは水口城の存在です。水口藩の成長であり、東海道沿いでは珍しい城と宿場が一体となった町であったことが水口宿の個性を際立たせています。最初の分岐地点となります。ここには考察場が設置されています。左の道が旧東海道となるので左に進みます。また宿場内には本陣、脇本陣、旅籠などが整然と配置され、交通と政治の両面での拠点として重要な役割を果たしていました。2つ目の分岐地点は右側が旧東海道となります。現在も古い町屋や石畳の道など当時の面影を残す場所が点在しており、歴史と城下町の雰囲気を味わえる趣のある宿場町です。これは本町のからくり時計です。9時、12時、15時、18時に動くそうです。1585年天正13年に豊臣秀吉の家臣が軍事用の拠点として古城山に水口岡山城を築きました。これを築くと同時に城下町も整備し、水口宿の原型が作られたとされております。三筋の町とも言われる3本の道はこの時整備されたものとなります。1本の道が3方向に分かれ、さらに1キロほど先で再度1本に集約される道となっています。そしてこちらは三筋の辻からくり人形時計となります。本町と同様に9時、12時、15時、18時に動くそうです。ここ三筋町と本町のからくり時計は水口祭りの引山を模したものだそうです。そしてここで3本の道が1本に合流します。ここには小さい橋があります。石橋とのことです。ここ石橋の場所は江戸時代初期はここが京口とされていたそうです。水口宿の出入り口です。水口はこの石橋を境にして水口岡山城の城下町として整備された伊東と寛永以降水口城の築城などに伴って発展した伊勢に大きく分けられます。大海鉄道本線の踏切を渡り5分ほど歩いたところに案内板があります。水口城天皇功績とあり、進路の案内図が示されています。もともと直進だった東海道が築城されたことによって迂回する道となったようです。そしてここには水口城の日和橋の木戸が置かれ、天皇駒帝と呼ばれていた場所とのことです。次に旧東海道を進むと小坂の水口関が見えてきます。この水口関は東海道に面した小坂町の曲がり角に伝えられる大石だそうです。力石とも呼ばれたそうです。ここを西方面に曲がります。水口関から進んだ突き当たりのところに一里塚跡があります。日本橋から113番目で約444キロの距離となります。水口宿の案内板がありました。赤いラインが旧東海道です。このルートを進んできました。最後に西見附跡があるみたいです。一里塚からすぐのところに水口宿西見附交差点があります。この交差点を西方面に曲がったところに西見附跡の説明板が立っています。水口宿の出入り口となります。江戸時代初期までは石橋のところが京口でしたが、
築城後にはこの場所になったようです。西見附跡を過ぎると旧東海道の景色はこのように変わります。建物が少なくなり、周囲が開けて遠くがよく見えるようになります。宿場を歩いてきた後にこのように開けた場所を歩くのも開放感を得られた感じで気持ちがいいです。しばらくはこのような景色が続きます。ここは旧東海道横田渡る跡で、鈴鹿山脈に源を発する安川はこの辺りで横田川と呼ばれてきました。左手にはとても大きな常夜灯が立っています。伊勢山宮や東国へ向かう旅人はこの川を渡らねばならず、室町時代の資料にも横田川橋の名が見えています。江戸時代では幕府の管轄下に置かれ通年の架橋は許されず、10月から2月までの間は土橋をかけて通行させ、3月から9月の間は4隻の船による船渡しとさせたようです。現代は少し下流の県道13号に横田橋がかかっているのでそちらを通ります。徒歩ですと少しばかり面倒です。横田橋の歩道は下流側のみの設置のため、一旦歩道橋を上り道の反対側に移動して、そこから朝国交差点の信号を渡り橋に入ります。この橋の歩道を渡っていた時は下校の時間だったのか、自転車に乗った学生さんの多かったです。この川の下流の先は琵琶湖となります。この橋を渡った後には JR 草津線の三雲駅方面に向かいます。駅前に旧東海道が通っています。三雲駅から旧東海道を進み、最初の踏切を渡ったところに案内板が設置されていました。時間に余裕があればこのマップのおすすめによるのも楽しいでしょう。この通りの近くで楽しみにしているところがあります。三雲駅から高瀬駅までの間にあります。それは旧東海道にかかっている橋となります。この旧東海道の上を川が流れています。天井川です。天井川とは川床が周囲の平地よりも高い位置にある河川のことで、奈良の仏教寺院や石山寺の造営時、この辺りの木々が切り倒されて萩山となり、大雨ごとに土砂が流れ川底が上がり天井川になったと言われています。明治の東海道の整備時にこの天井川に隧道を掘って、明治17年に県下最初の道路トンネルとして大佐川の隧道が築造されました。大佐川の隧道から15分程度進んできたところに一里塚があります。夏見一里塚で日本橋から115里目の塚となります。日本橋から約460キロとなります。明治19年には大佐川の隧道から 1.5 キロほど進んできたところに由良谷川隧道も築造されています。そしてこちらが由良谷川隧道です。由良谷川隧道もそうですが、石造アーチが作り出す構造美がすごくいいですね。もう間もなく石部宿に入ります。水口宿は城と宿場が一体となった歴史と個性あふれる町でした。かつてのにぎわいと城下町の風情が今もそっと息づいています。次は石部宿となります。目の前に説明板があります。ここは石部宿の東の見附跡となります。見附とは万平が通行人を見張っているところとなります。ここから石部宿に入ります。石部宿は現在の滋賀県湖南市に位置し、日本橋から約455キロ離れた51番目の宿場町となります。現在の石部宿跡には本陣跡や街道の面影を伝える石碑復元された旅籠風の建物などがあり、当時の雰囲気を感じられる場所として整備・保存されています。見附から10分ほど歩いてきたところに石部中央交差点があります。ここには石部城跡、考察バート、問屋バート等の説明板が立っていました。今日朝立つと夕方には石部に到着することから、今日たち石部泊まりと言われ、今日からの旅人の最初の宿泊地だった石部宿となります。また江戸から京方面へ向かう旅人たちにとっては終盤の休息地として重要な役割を果たしていました。宿場には本陣が2軒で脇本陣は0軒とのことです。西の見附跡があります。石部宿はここまでとなります。空には重たそうな雲が広がっています。天気予報を見ると石部や草津のエリアはこれから雨が降る予報になっています。なんとか持ちこたえてくれると嬉しいのですけど、西見附跡から500メートル程度進んできたところに西縄手と呼ばれた場所があります。この場所は石部宿内に入る前に大名行列が整列をした場所です。荒井宿にも同じような役目を持った大花跡がありました。現在は休息所も兼ねた公園になっています。そして縄手を通過し、国道1号
名神高速道路を通過すると周囲は旧東海道の街並みらしい景色に戻ります。道幅も狭くなり、両脇の建物が近づきます。そして車両に注意しながら歩きます。目視する分にはかなり暗くなってきています。そしてさらに進んできたここ六地蔵は草津宿と石部宿の合いの宿として栄えてきました。このエリアに入ると街並みがタイムスリップしたような古い街並みの景観になったような感じになります。現代風なデザインの建物が極端に少ない、もしくは周囲に溶け込んで目立たないようなデザインにしているように思えます。そして左手に古く大きな建物が見えてきました。旧和中産本舗の大隅家です。ここは旅人に和中産を売っていました。和中産とは家庭用漢方薬の一種で、食あたりや初期あたり、風邪などに効果があるとされていました。またここでは公家大名などが使用する休憩所も務めていたとのことです。徳川家康が腹痛を起こした時にこの薬を服用したちまち回復したことから、家康がその薬の名前を和中産と付けたと言われています。大隅家住宅は国指定重要文化財、大隅指定園は国指定名勝となっています。そして大隅家の近くに六地蔵一里塚跡があります。ここは日本橋から118里目の塚となります。一里は約4キロなので約472キロとなります。ゴールまでもうすぐです。六地蔵一里塚跡あたりからついにポツポツと雨が降ってきました。一里塚から20分ほど歩いてきたところに立派なお屋敷みたいな建物に目を引かれていたら、家の前に手原醤油顕彰碑が立っています。これによると、この3代目と4代目と続いた兄弟の藤五郎さんは家業の醤油醸造を営みながら、3代目のお兄さんは明治維新後に区長や県会議員を務め、そして栗田銀行を創設し、4代目の弟さんは家業をさらに発展させながら手原駅開業に協力するなど地域への経済発展に貢献された方々とあります。家業を発展させながら地域にも貢献ってすごいですね。草津宿までを本日の目標にしていましたが、雨が強くなってきました。そしてこの雨はしばらく降り続く予報であることと、すぐ近くに駅があるので本日はここで終了することにしました。すぐ近くの手原駅から電車に乗って本日のホテルまで移動します。今日の宿泊先は草津のホテル21に予約することができました。明日はここ手原駅から再開します。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。